事務所には多くの保護猫が暮らしています。のどかな夜はみんな思い思いに好きな場所でくつろいでいます。私も Facebook を見ていると、スマホから子猫の鳴き声が聞こえると、加えて寝床まで運ぶ猫ちゃんというのを見つけて動画再生していた。あれ、PC 以外に玄関方面からも子猫の鳴き声が聞こえる気がする。振り返ると、わらわらと玄関に猫たちが集まってる。玄関の外を見てみると、暗がりの中にグレー色の子猫がいる。甲高い鳴き声で、心細いのかお腹が減っているのか、一生懸命泣いているけど、どうも一人らしい。猫のカリカリご飯を玄関の内側に置いてみたら、迷わず入ってきた。少し食べたらコピー機の下に走って潜り込んでしまった。覗いてみると威嚇はしないけど、泣いてこちらを見てる。でもお腹が減っているのは間違いないので、そこにカリカリを置いたら一心不乱に食べ出した。よほどお腹が空いていたようで、うにゃいうにゃいと泣きながら食べてる。我事務所の猫たちも遠巻きに眺めてる。なんか変なやつが現れたという雰囲気で、みんなも警戒しながら眺めてる。この近所でこんな色の猫は見たことがないので、迷子の猫かもしれない。明日にでもポスターを作って貼ってみよう。飼い主がいるならきっと心配しているだろうからね。創作ポスターを翌日に貼り出したけど、結局3ヶ月経っても飼い主は現れなかった。ノラちゃんなのかな。落ち着いたようなので抱き上げようとしたら、逃げて隙間に入り込んでしまう。掃除機のホースの太さと変わらないチビちゃん。様子を見ていると、野良にしてはあまり人を怖がっていないような気もする。意外と簡単に捕まえられた。抱いて再度缶詰を出したら食べてる。抱いていると暴れることもなくおとなしい。お腹がいっぱいになると緊張がよみがえってきたのか、不安顔してる。それでも抱かれていると暖かいし、お腹も膨れたからおとなしくしている。野良ではこんなにおとなしく抱かれていないと思うのに、どうしたんだろう。ママ猫も兄弟も見かけないし、この子はどこから来たのかな。保護から2日目になりました。夜は事務所に人はいないので残して帰ったのだけど、事務所の大勢の子たちは隣の猫部屋に帰るので、一人で過ごしていたんだけど、トイレがわからず体が血だらけになってた。体を拭いて掃除している間、他の猫たちが怖いようでカーゴに入れておいたら、ここの方が安全と感じたようでおとなしくいている。覗くと怖いのか後ずさりしている。掃除も終わって抱き上げたらおとなしくしている。ご機嫌を取るのにチュールを出してみた。これは結構気に入ったようで、腕の中で食べてくれた。その間も周りには多くの猫がいるからか、おとなしく膝に抱かれてる。まだ生後1ヶ月ちょっとかもしれない。離乳食はないけど、普通の食事ができるのはありがたい。暴れることもなく、威嚇することもなく、逃げるけどすぐに捕まる。そして捕まったらおとなしくしてる。どう考えても飼われていたような気がするんだけどな。かわいい子なのに、どうして外をうろついていたのかな。前の道路は交通量も多いから、事故に遭わずにいてくれたのは嬉しい。お腹が膨れたようなので、
改めて体を拭いて膝に抱いて、どこか怪我などしていないか調べてみた。その勘もされるがままにおとなしい。2本目のチュールを食べながら膝でくつろぐちびちゃん。最初の日は抱いても震えていたのに、少しは安心してきたのかな。じっと私を見つめてチュールを舐めてる。これはかなり気に入ったようでよかった。何本でも食べてください。今夜も一人だけど心細いかもしれない。保護してから3日目になりました。夜は一人で過ごしているのだけど、慣れてきたようで一人でうろうろしている。先住猫たちもちびを匂ったりしているけど、取り立てて構うこともなく、いつもの日常です。私の膝に乗りたい子が甘えている先で、一人手入れをしたりして、普通に過ごしているちびちゃんです。もう逃げることもなく、抱き上げるとおとなしく膝でくつろいでいます。まだまだ多少の緊張はあるようだけど、私の膝に乗ったまま先住猫たちを眺めています。ちょっと緊張感がありますが、怖がっている様子ではなく、手の動きを見てもゆったりして力が抜けていますから、少し安心してきたのだと思います。膝から動いても椅子の横に座っていたり、改めて膝に乗ってきたり、彼女の行動範囲はわずかです。そのうちに暖房のせいか眠くなってしまうちびちゃん。とても穏やかな子です。膝でくつろいでいるとうつらうつらと居眠りしたり、先住猫の暴れる音で目を覚まして改めてその動きを観察したりしているのだけど、膝から離れず本当おとなしい子です。まだ毛並みもボサボサだけど、子猫の柔らかい毛が撫でていても気持ちいいです。 iPhone と比べても少し大きいくらいで、まだまだ手のひらに乗りそうなちびちゃん。どこから来たのかな。ママはどうしたのと毎日聞いてしまいます。事務所の周りには野良ちゃんが結構いるのだけど、この子の毛並みは見たことがないので、捨てられたのかな。私の知っている範囲より遠いと、彼女が自分で歩いてくる距離とは思えないのですよね。でも事故にも遭わず、病気のようでもないのでよかったです。私の膝で喉を鳴らしているのを見ていると、この寒い季節に早めに保護できたのは嬉しいです。私の膝でちょこんと座っている後ろ姿はとても可愛いですね。猫の後ろ姿って子猫や大人猫にかかわらず、少し寂しさを漂わせて愛しくなります。先住猫もちびちゃんが膝にいるので乗るのを遠慮しているようです。保護してから4日目になりました。先住猫で私の膝が大好きな子が乗ってきましたが、なんと一緒にくつろいでいます。優しい男の子で、ちびちゃんがいても仲良くしてくれます。ちびちゃんも寄り添って彼の温かさを感じているようです。彼の背中に顎を乗せて表情を見ても安心しているのがわかります。とりあえずひっついていると安心するのか、ぐいぐいと近寄って頭を埋めたり、ぴったり寄り添ったりご機嫌です。これはとても嬉しいですね。この男の子は誰とも喧嘩せず、人も大好きな穏やかな子だから、ちびちゃんもわかるのかもしれません。この男の子はそらちゃんという名前で私の膝が大好きで、事務所にいる間は常に膝か椅子の周りにいてくれます。ちびちゃんも小さい子だからちーちゃんという名前にしました。なんかイージーですね。何匹もいると最初に思いついた感じで、
そのまま名前にしています。何時間もこのままなので足もしびれてきました。お尻も痛くなってきましたが、2人がくつろいでいるのを見ていると動けません。ちびのちーちゃんも4日目でかなり慣れてくつろいでいます。こんなおとなしい子も初めてです。逆に体に不調があるのかと気になります。明日か明後日には動物病院で健康診断をしていただく予定です。この日は2人の仲良しぶりと膝でくつろぐ時間をゆっくりと眺められて、こちらまで幸せな気持ちになります。そらちゃんが離れていったので、膝に取り残されました。ちょっと不安顔です。なんかどうしてよいのかわからない顔しています。しばらくしたら思い直して毛づくろいを始めました。これは気持ちを落ち着かせる行為なので、一生懸命毛づくろいしています。まだボサボサだから頑張ってお手入れしなさいね。本来はママや兄弟と舐め合って毛づくろいするのに、ちびは一人なのでかわいそうに思います。お手入れしている姿を見ていると、ちびなのに立派な猫の振る舞いですね。念入りに体から足先まで一生懸命お手入れしている姿を見るのもいいものです。この子なりに一生懸命生きているのですよね。夜も遅くなり、私も帰宅する時間になりました。そらちゃんは遊んでほしいようですが、いつも帰ろうとすると帰らないでと態度で表してくれます。それを見ているちびのちーちゃんはカーゴの上からその様子を眺めています。一人になったらこの中が安心なんでしょうね。横にある猫ハウスにも自分で入っていって寝る用意のようです。ほんと手のかからない子ですね。これからもちーちゃんの物語をアップしていきますね。チャンネル登録いただけると励みになります。